こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回は東京から1時間ほどで行ける日帰りのお出かけにもぴったりのスポット、横須賀を観光します。横須賀は幕末に黒船来航の地となり、戦後はアメリカ海軍も滞在する港町です。歴史的な建造物や自然豊かな景色、日米の歴史と文化の融合を体感できる特徴的な観光スポットやグルメが並んでいます。今回はそんな横須賀を1日で巡る観光プランをお届けします。それでは動画スタート。おはようございます。本日はですね、神奈川県は横須賀に来ております。イエーイ。本当は横須賀中央駅でオープニングを撮りたかったんですが、ご飯の時間が開店時間が迫ってるということで、移動しながらねオープニングです。なんで今日は横須賀をね、一日観光動画。お昼はこれからハンバーガーでございます。ちょっと並びすぎてたら予定を変えるかもしれないですが、はい、じゃあ行ってきます。めっちゃ並んでる。どうしよう。気を取り直して夜に食べる予定だった横須賀名物の海軍カレーを食べに行きます。海軍カレーってさ、何が海軍カレー？昔海軍の方々にこう振る舞ってたレシピみたいなのが載ってる文献みたいなのが残ってるらしくて、それをもとにこう当時のカレーを再現したものが海軍カレーらしいよ。海上保安庁の方々は、毎週金曜日がカレーの日らしいですよ。あ、そうなんだ。みんなカレーを食べないといけない。食べないとっていうか、それにもちゃんと目的があって、海にいるとさ、曜日感覚って分からんくなる。あ、そういうこと？そうだからカレーが出ると、あ、今日って金曜日なんや。なるほどね。のが分かるらしいよ。なるほど。花金カレーやな、花金カレー。なるほど。コースカビーサイドストアーズという商業施設にやってきました。商業施設1階にある横須賀海軍カレー本舗ベイサイドキッチンへ。こちらのお店では海上自衛隊が使用している食器を使って横須賀海軍カレーをはじめとしたさまざまなメニューが食べられる護衛艦式ビュッフェレストランです。メニューは食べ放題のみ、90分ドリンク飲み放題付きで大人2200円です。食べ放題がきついという方は横須賀中央駅近くにもレストラン形式のお店があります。他にも牛乳やゆで卵、サラダといった自衛隊や護衛艦に由来するメニューが並びます。全種類のカレーを取ってきたぜ。4種類。いただきます。海軍カレーはね、これ実はね、ユミ今海軍カレーしてないから。海軍カレー。さっき言ってたのは当時のレシピを再現したって言ったから、もう海軍カレー。違う。海軍カレーはね、カレーとサラダとミルクがセットになる。牛乳がセット。ミルクないじゃん。俺牛乳好きじゃないの。こんな辛くなんだ。甘い。どっちかというと普通のカレーだね。なんか子供が好きそうな味。ビーフだ。うまいやん。店員さんが挨拶ヨーソローって言ってるのが可愛い。ヨーソロ。なんでヨーソロなの？ヨーソローって言うねんね、海軍の人は。へ意味は知らん。カレーってさ、発祥はインドなわけですよ。でもあれがさ、日本のカレーとインドのカレーと全然ちゃうよ。この日本のこの家庭のカレーっていうのをね、発祥は横須賀って言われてる。あ、そうなんだ。日本の海軍で栄養のあるものを食べてもらおうとした時に、そのカレーっていうのがすごい栄養価が高くて、こりゃいいってなったらしくて、海軍でよく食べられるようになったらしくて。圧倒的に日本のカレーのうまいよな。海外のカレーはスパイスが強すぎてさ、これお腹壊しちゃう。ごちそうさまです。ごちそうさまです。デザートにフルーツにジュースにコーヒーに
全部いただきました。腹ごしらえが済んだところで軍港巡りへ。コースカビーサイドストアーズ2階にチケット売り場があります。すごいね、この案内人が面白いらしいよ。あ、そうなんだ。なかなかしっかり説明してくれるらしいよ。料金は大人2000円。1時間に1本の間隔で運行しています。1周およそ45分のコースです。乗り場に移動します。もうみんな並んでるやん。すごい。すごい。そんなに？こなんかあれかな、見るのにいい位置とかがあるってことかな。当選後方にはお手洗いが3カ所。お手洗いは男女兼用とはなりますが、救命胴衣の格納場所は1階2階ともに各座席の下です。ということで大きく繰り返しましょう。行ってきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。アメリカ海軍第7艦隊横須賀基地。敷地面積は東京ドームで約50個分。普段から兵隊さんやその家族を含めおよそ2万人以上が生活をしている一つの大きな町としても利用されています。そして2番熊野について詳しくご紹介したいところではあるんですが、世界最高峰の超高性能レーダー、人間でいう目の代わりをバッと起動させれば見渡せる範囲はたちまちに半径 450km 以上。ただ軍港巡り一番の目玉を挙げますと、アメリカ海軍の所有する世界最大級の軍艦空母ロナルド・レーガンです。ただ本日空母ロナルド・レーガンは出港中留守にしています。あらら。やはり博物館の展示品というわけではございませんので、このようにどうしてもいない日いる日ができてしまうんです。ちなみにあの隊員さんたちは手を振るためにいるわけではないですからね。あの隊員さんたちは監視をしています。潜水艦の入り口の。というのも物理数学がとっても得意な方、入り口の大きさや形を見ただけで、ああこの潜水艦どのくらい深くまで潜れるわかるんだそうです。そうなってしまえば隠れることがうまくいきません。テントやるので入り口や蓋を隠し、隊員たちが監視をします。その監視作業は4時間交代制です。皆さんこの後アスファルトの上で4時間立てますか？ベンチは当然ありません。ベンチあったらいいのに。私だったら溶けます。ただ同じような真っ黒な潜水艦の上で4時間です。これは時期季節何にも問いません。さまざまな環境下においても秘密、口の硬さも重要ですが我慢強さもだいぶ重要です。私は横須賀生まれ横須賀育ち。あなたの心の柔軟剤小川陸でご案内させていただきました。ご乗船いただき誠にありがとうございました。おもろいな。おもろい。トもうーク力ほんまが45分なのあっという間やった。めっちゃおもろいわ。乗船後は軍港巡りのお土産ショップへ。潜水艦のイラストが描かれたお菓子やグッズなど、面白いたくさんの商品が販売されています。すごいこれ。ん？なんか置物かなって思ったらお菓子だった。空母。お菓子のパッケージがこれ。すごい。猿島に行くよ、猿島。イエでこっからね歩いたら20分ぐらいかかっちゃうんよ。でユミが見つけた。ーイ。シェアサイクリング。いいね。30分130円。 130円。うん。大丈夫。うい。いいね。レンタサイクル。あっという間に来た。な。猿島。猿島。乗船料と入場料で大人2000円。船は1時間に1本のペースで出港しています。ミカサです。日露戦争で活躍した船らしいよ。へで実際にみんな乗ってると思うけど、入場料払えば中に入って見ることができるねんで、はいはいはい。まあ時間に余裕あれば行ってみようか。そうだね。ニュー黒船。
猿島は横須賀沖の東京湾上に浮かぶ一周約 1.6 キロの無人島。東京湾に浮かぶ最大の自然島であり、幕末から昭和時代においては首都東京の防衛を目的とした軍事要塞が築かれるなど歴史の地でもあります。猿島上陸。なんで猿なんだろなあ、猿要素なんなんだな。うね。猿がいっぱいいるならわかるけどね。めちゃくちゃ極秘にされてたところらしいよ。ガイドさんの説明を聞きながら回ることができる探検ツアーもあります。とりあえずみんなが行く方向行ってみる。そうだね。結構だな。ね、疲れそう。ベビーカーをされてる方いらっしゃる。すごい。確かに。ジブリやから。あ、すごい。猿猿島要塞。島の外からは全く見えない構造になっていますって。なるほどね。一面緑に覆われた島、ラピュタの世界観を体感できるとも言われています。おお、何ここ。危ない危ない危ない。すごい。わお、わあ、なんだここ。涼しい。涼しいね。手を叩いてみてよ。ポンって。いい反射係数してるね。お台だとあるらしい。結構大変やな、歩くの。こんなにも高低差あると思ってなかった。ああ。展望台です。あの富士山じゃ満足。でも曇ってる割にちゃんと上まで見えて。富士山じゃないとかいうオチはないよな。富士山だよ。恥ずかしいで。あそこ横浜。猿島の入り口まで戻ってきました。船が来るまでの間、こちらのカフェで飲み物を買って休憩します。横須賀ブルー。どこがブルーなんか分からんけどパッケージ。おお、強い。炭酸が横須賀ブルー。横須賀で飲む横須賀ブルー。え横須賀ポートマーケット。なんか楽しそうな施設だね。横須賀の有名店とか新鮮な農産物集合した施設らしい。ほら、あ、すごい。いいね。いいじゃない。新鮮な海の幸や山の幸、地元の名店やスイーツショップに加え、横須賀土産など多彩なお店が並びます。私たちはその中でも横須賀ジェラートファクトリーというジェラート専門店にやってきました。横須賀関口牧場のジャージー牛乳で作るジェラートが提供されています。海軍コーヒーとラズベリーチーズケーキ。美味しい。うい。すごい、確かにミルク感強い。食べログでもジェラート100名店に選ばれたりするところらしいよ。あ、まず海軍コーヒーがうまい。パピコの味がする。でもパピコよりちゃんとコーヒーだよ。わかる。パピコの濃厚バージョンみたいな感じ。思ったよりも楽しい施設や。豪華版フードコートみたいな。実はここだけの話、ユーミの折りたたみ傘が猿島に置いてかれました。猿島のトイレに置いてきた。だから手で持っちゃあかんって言ってるやんか。もう船が出港する5秒前ぐらいに気づいたよね。あれ、折りたたみ傘どこやったっけ。
俺結構気に入ってたよ。何かあるたんびにもうすぐにさ、大丈夫、ちょうど壊れてたから自分を正当化するのやめてくれでもあの日傘も多分優美ともっと旅行がしたかったと思ってると思うであーっているよってトイレでまだずっと叫んでるかもしれないごめんねいるよって帰りにブロッドバームというパン屋さんで明日の朝ごはんを買って帰りました。お昼から戻ってきました。この時間なら空いてますね。5時26分。こちらのお店はアメリカ海軍横須賀基地の食堂で働いていた初代店主が始めたお店で、ボリューミーなアメリカンフードや横須賀グルメが提供されています。食べログ100名店に毎年のように選出されており、メディアでもたくさん紹介されているお店です。これがキャプテンネイビーバーガーで、ユーミのがレギュラーネイビーポテト。でかすぎません？ギュッて潰してから、潰してからそれをあ、そううわ、すごいバンズ食ってないやん。肉がもうビーフでしかない。100% のつなぎなしらしいから、肉こってるって感じ。シャキシャキやんで、多分キャプテンネイビーバーガーさあ頑張って。うまっ。うまいよね。ルミの言う通り肉、卵って書いてあるのがような気がする。卵は美味しい。俺レタスのシャキシャキまだ感じられてない。おお、聞いた今の音。うまっ。やばい。顔周りにいろんなものがついちゃう。しゃあない。これは確かに列に並ぶ理由がわかる。ブーブーなるの。ごちそうさまでした。うまかった。うまかった。最高。ザ・ビーフのハンバーガーを食べたい人は気に入るかと思います。6時過ぎるとやっぱり夜でも並ぶんだ。並びたくない人は5時くらいに来る。まあ5時半ぐらいかな。はい、ということで今日は1日かけて横須賀を観光してきました。エンディングはここ京急線横須賀中央駅でございます。横須賀って東京から1時間ぐらいで来れちゃうのかな。だから日帰りでもいいですし、でまあバスもあるし、レンタルサイクルもあるし、割と全然公共交通機関で来ても十分楽しめる。そうよな。逆に車じゃなくて徒歩の方がいいんじゃないかな、かもしれない。今日行ったところ行くのはね、想像よりも面白かった。あ、本当。なんでユミが嬉しそうなんで皆さんも横須賀に来てみてください。ぜひ来てみてください。はい、じゃあね。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。